はいどうも皆さんこんにちは。今回は日ソ中立条約と日米領海案についてお話ししていきます。この頃の日本の目標はドイツ、イタリア、ソ連との関係を強化して北方の守りを固め、南方へ進んで資源を確保するというものでしたが、すでにドイツ、イタリアとの間には日独伊三国同盟が結ばれています。となると次はソ連との間に条約を結ぶことが目指されます。これが今回の動画の一つ目のお話、日ソ中立条約です。こうして北方の守りを固めた日本はいよいよ南方へと進もうとしますが、もしも南方に進んだらアメリカの反発が予想されます。ということで、すでに悪化していたアメリカとの関係をなんとか改善しようとしていきました。これが今回の動画の2つ目のお話、日米領海案です。難しい国際情勢の中で日本がどのような選択をしたのか、この動画で確認していきましょう。アメリカとは戦いたくない。ドイツ、イタリアと同盟を結ぼう。そうすればアメリカも攻めてこないだろう。そのような考えで結ばれた日独伊三国同盟は逆にアメリカの反発を招き、かえって関係が悪化してしまいました。そんな時、ドイツの外務大臣からある構想が伝えられます。ソ連を三国同盟に誘い入れよう。そして四国協商に発展させよう。そのような構想でした。これは日本の外務大臣である松岡洋右が考えていた構想とほぼ同じものです。当然松岡はこの話に飛びついて四国協商の実現に向けて動き始めました。一方この頃南方ではとある問題が起こっていました。タイと仏印の間で国境紛争が起きていたのです。これまでにタイは仏印から何度も領土割譲を要求されていたため、フランスに対していい印象を抱いていません。そんな中で第二次世界大戦が勃発し、フランスがドイツに負けたため、フランスの力は弱まりました。これが南方にも影響を与えており、仏印の力が弱まっていたのです。となるとタイはこれまでに奪われた土地を取り返そうと考えるようになり、最近北部仏印に進駐してきた日本との関係を強化して仏印に対して領土の返還を求めていきます。これは南方への影響力を強めたい日本にとっても都合のいい話です。タイと仲良くしていこう。そして仏印に進駐しよう。そのように考えてタイと仏印の間に起きた国境紛争を調停すると申し出ました。こうして日本はタイと協力して仏印に圧力をかけるようになっていったのです。さて、そんな日本国内に目を移してみると、また別の重要な出来事が起きていました。アメリカから2人の神父がやってきて、日米関係の改善策について意見を交換したいと申し入れてきたのです。これに対応したのは近衛文麿の側近の一人で、アメリカとの関係を改善したいと考えていた近衛は、陸軍の反応を確かめろと命令し、陸軍の人物もこの話し合いに参加しました。以後この4人の間で意見交換が行われていき、日米関係を改善するための非公式の話し合いが始まっていったのです。さて、一度状況を整理しましょう。この頃の日本の基本的な考えは、北を守って南に進みたいという考えだったので、その考えに沿って3つの交渉が同時進行で進められています。1つ目が北を守るために行われたソ連との交渉、2つ目が南に進むために行われた対仏印との交渉、3つ目が関係を改善するために行われたアメリカとの交渉です。これらはすべて国家と国家の間の話、つまり分野としては外交にあたります。当時の日本で外交分野のトップだったのは外務大臣の松岡洋右です。そんな松岡洋右が一番最初に取り掛かったのは対仏印との交渉でした。先ほどお話しした通り、この頃の日本はタイと仲良くして仏印に圧力をかけるというスタンスです。このスタンスにのっとって日本は対仏印の国境紛争を調停し、フランスは仏印の領土の一部をタイに割譲して、これを非武装地帯としました。こうして対仏印の問題を解決した松岡洋右はすぐにソ連との交渉に取り掛かります。ヨーロッパへと出発し、日本とソ連との関係を改善する条約を締結しようとしていったのです。そこで松岡が頼ったのが同盟を結んでいるドイツでした。ドイツに仲介してもらい、ソ連と同盟を結ぼうとしたのです。しかしドイツはこの仲介を断りました。この頃には世界情勢が大きく変わっており、ドイツとソ連の関係は悪化していたのです。ドイツの指導者ヒトラーはソ連と戦争を行うと主張して、すでにその準備を始めているところ、
これを受けて松岡はドイツに仲介してもらうことを諦めましたが、ドイツは強い、だからソ連はドイツとの戦いを避けるだろう、戦争になる前にソ連がドイツの要求に屈するだろうと考えました。ということで松岡は、ドイツが仲介してくれない、それなら自分の力で条約を結ぼうと考えてモスクワへと移動、日本と条約を結ばないかと提案しました。これはソ連からすると魅力的な話です。もしも日本との間に条約を結べば東側を気にする必要がなくなります。ドイツとの関係が悪化している、ドイツと日本の挟み撃ちは避けたい、そのように考えていたソ連は松岡の提案に応じます。こうして松岡はスターリンと会談し、条約が調印されました。日ソ中立条約です。その内容は主に2つで、1つ目が日本とソ連はお互いに領土を保護して侵攻しない、2つ目がもしも片方の国が他の国から攻められた場合にはもう片方の国は中立を守るという内容でした。有効期限は5年で、満期の1年前になってもどちらかから廃棄の通告がなければさらに5年間自動的に延長される条約でした。この日ソ中立条約の調印により、日本がずっと目指してきたドイツ、イタリア、ソ連との連携が実現します。ついに北方の守りが完成し、日本がアメリカを牽制する体制が整ったのです。こうなるとアメリカも黙ってはいられません。この時のアメリカが最も避けるべきことは、大西洋でドイツと戦っている間に太平洋で日本と戦いになることです。ドイツとの戦いに集中したいと考えていたアメリカからすると、何としてでも日本との戦いは避けたいところでした。ということでアメリカは日本の参戦を防ごうと考えるようになります。ここで注目されたのが、約半年前に民間レベルで始まっていた交渉でした。そこで話し合われていた案をもとにアメリカは修正案を作成。これが日米了解案です。こうしてアメリカの国務長官コーデル・ハルは駐米大使野村吉三郎を通して日本に対して日米了解案を打電します。この日米了解案を交渉のスタート地点にしよう。これをお互いに修正し合って納得できる条件を考えよう。そのように主張したのです。しかしアメリカにも譲れない4つの条件がありました。その条件はハル国務長官を通じて伝えられたため、ハル4原則と呼ばれています。1つ目の条件は領土と主権の尊重で、これは全ての国家の領土を保護して安全に守り、国のことはその国で決めていこうというもの。2つ目の条件は内政不干渉で、これは国のことはその国で決めていくのだから、他国の政治に関しては口出しをしてはいけないというもの。3つ目の条件は通商上の機会均等で、外国との取引をする際に全ての国に対して機会を平等に与えるというもの。4つ目の条件は太平洋の現状不変更で、太平洋の現状を変更しないこと、ただし話し合いでの現状変更は可能というものでした。これら4つの条件を日本が認めて交渉の基礎とするならば、日米了解案をもとに交渉を始めても良い。アメリカはそのように考えていたのです。しかしここで問題が発生します。日本に日米了解案を送った野村大使はこのハル4原則に触れておらず、日本にその内容は伝わっていなかったのです。ということで日本はこのハル4原則の存在を知らないまま、アメリカから送られてきた日米了解案の回答を考えていきます。ではアメリカから送られてきた日米了解案の内容を見ていくと、その内容は大きく分けて5つあります。1と2はアメリカ側のメリット、3と4と5は日本側のメリットです。順番に確認していきましょう。まず1つ目のアメリカ側のメリット。三国同盟に基づく日本の軍事上の義務は、ドイツが積極的に攻撃された場合のみ発動されるという内容についてですが、この三国同盟とは当然日独伊三国同盟のことです。日独伊三国同盟によると、もしもアメリカとドイツが戦争になった場合、日本がドイツを軍事的に援助すると決められていたため、もしもアメリカがドイツを攻撃して戦いが起きたら、日本はドイツを援助してもいいが、ドイツがアメリカを攻撃して戦いが起きたら、日本はドイツを援助しないでくれということをアメリカは要求しました。次に2つ目のアメリカ側のメリット。アメリカ政府の欧州戦争に対する態度は、自国の福祉と安全等を防衛する考慮によるという内容についてですが、これはアメリカは自分を守るために欧州戦争に関わるという主張で、先ほどの主張を補強するような役割を持つものでした。
以上2つから分かる通り、アメリカの要求はドイツがアメリカを攻撃してきたら戦争になるだろうけれど、その時に日本は参戦しないでくれという内容だったのです。ではそのためにアメリカが日本に対してどのようなメリットを提示したかというと、日中戦争を終わらせる手伝いをアメリカ大統領がする。具体的には介石に和平を勧告する。ただしそれには条件があり、日本には中国の独立を承認してもらい、日本軍を撤兵してもらう必要がある。そして介石政権と汪兆銘政権を一つにした上で、中国には満州国を承認してもらう。また日本が武力による南進を行わないならば、アメリカは日本の必要資源入手に協力する。これらを達成した後に新たな日米通商条約を締結し、両国の通商関係を正常化するというものでした。このような内容を聞いた日本の陸海軍と政府は、これで日米の緊張が緩和される、日中戦争解決の道筋ができる、日米了解案に沿って交渉を行っていこうと考えて喜びました。しかしこの日米了解案に強く反対した人物がいます。松岡洋右です。ヨーロッパから帰ってきた松岡洋右は、この日米了解案についての報告を受けると、日米了解案はダメだ、アメリカがドイツと戦いになった場合は日本もアメリカと戦うべきだ、そう主張したのです。松岡の考えはあくまでも日独伊蘇4国協商によってアメリカを牽制するという考えでした。こうして松岡は自分の考えと違う日米了解案に不快感を示し、病気と称して意図的に日米交渉を遅らせた挙句、アメリカとドイツが戦争になった場合日本も参戦するということを明記した修正案を作成します。その他の部分でも松岡は修正を加えて日本に有利なものに改変したため、出来上がった日本の回答を見たハル国務長官は日本との交渉に失望してしまいました。そんな時、世界中である情報が駆け巡ります。ドイツがソ連に侵攻するという情報です。当然日本とアメリカもその情報をキャッチしていましたが、日本はドイツがソ連に侵攻するわけがない。今侵攻すればドイツはイギリスとソ連の二正面作戦になる。つまりこの情報はドイツの作戦だ、ソ連に攻め込むという情報をわざと流してソ連の妥協を引き出そうとしているのだろうと考えます。しかしアメリカは違いました。どうやらドイツがソ連に侵攻するというのは本当だ。そうなれば日本、ドイツ、イタリア、ソ連の連携は崩れる。これはチャンスだ。そう考えたアメリカは、これまで見せていた日本に対する融和的な姿勢を一気に転換。日本が提案した松岡案に対し強圧的な返答を行いました。それを見た日本は愕然とします。日本は中国から撤兵しろ、満州国は承認しない、党は新秩序は認めないという内容だったのです。しかもハル国務長官は、松岡がいる限りこの交渉は成果を収めることはできないだろうとも主張したため、松岡は激怒します。こうして日本の外務大臣松岡とアメリカの国務長官ハルとの対立は次第に激しくなっていったため、日米交渉の成立を望む内閣の中では松岡は邪魔だという考えが広まっていきました。そしてその次の日にドイツ軍がソ連領内になだれ込み、独ソ戦が始まりました。日本の予想が外れ、アメリカの予想が当たったのです。これによって日本が考えていた日独伊蘇4国協商でアメリカを牽制するという方針は完全に崩壊。激動の国際情勢を受けて日本は国家戦略の見直しを行っていく必要に迫られていきます。